皆さんこんにちは。武蔵野大学のキャンパスツアーへようこそ。武蔵野大学薬学科のあやと教育学科のきょうちゃんです。今回は私たちが学生生活を送る武蔵野キャンパスの紹介をしていきたいと思います。最後までぜひお楽しみください。ここ武蔵野キャンパスでは8学科の学生が学んでいます。このキャンパス最大の魅力は自然の豊かさ。正門を入ってすぐの並木道は秋になるとイチョウが彩ります。季節によって景色や香りの変化を楽しみながら教室に向かう時間がお気に入りです。では続いては多くの学生が授業で利用する1号館に移動してみましょう。ここ1号館では2024年に開設したウェルビーイング学科をはじめとしたさまざまな学科が講義を受けています。大学ならではという感じの大教室では最大250名もの学生が講義を受けられます。このような小さい教室は少人数制の講義やゼミで使用します。武蔵野大学は少人数で行う講義が多いので頻繁に利用する教室です。ここでは建築デザイン学科の学生によって単なる教室を新しい学びを促進する教室へとアップデートするプロジェクトが行われています。こちらは2号館です。2021年に開設したアントレプレナーシップ学科のために内装をリフレッシュしています。アントレプレナーシップ学科の授業はすべてアクティブラーニングスタイル。そのためグループ学習に最適なオープンスペースとなっています。続いてご紹介するのは建築デザイン学科が使用する実習棟です。ここは設計図を描いたり実際に模型を作ったりと主に作業をする際に使用されます。広々としたオープンスペースでは実際に工具を用いて作業することで実践力を磨きます。またこの建物の中にはモデルハウスが丸々1棟入っています。建物や空間について深く学ぶことができる環境です。こちらは幸運台です。ここには63畳の大広間、茶室、談話室などがあり、主にクラブ活動などで利用します。また、幸運台の中にある武蔵野文学館には、武蔵野にゆかりのある文学作品や資料が多く所蔵されています。内観の設計は建築デザイン学科の先生が手掛けており、グッドデザイン賞も受賞しました。続いてご紹介するのは教育学科、幼児教育学科が主に利用する4号館です。教育学科である私も利用しています。武蔵野大学教育学科の最大の魅力は実践力が身につくこと。ここ4号館にも保育・教育現場を想定した設備がたくさんあります。まずはピアノ練習室。私はピアノを弾くことが好きなので空き時間によく利用しています。ピアノに触れたことがないという方もいるかと思いますが、授業は初心者・上級者別のコースで学べるのでご安心ください。また図工室や教材道具が揃っている部屋、ダンスを練習する部屋もあります。ここ子育て支援室では幼児教育学科の4年生が中心となり、地域の0から3歳児とその保護者向けにワークショップや親子で楽しめる遊びを企画・準備・運営しています。将来保育者になった際には子どもだけでなく保護者とのコミュニケーションも大切になってくるため、家庭での親子の生活の様子を知り、体験を通じて実践的に学べる良い機会となっています。続いてご紹介するのは5号館です。ここにはクリエイティブラーニングスクエアがあります。1階にはソファー席があり、友人と勉強するときによく利用しています。2階は個人学習スペースとなっており、試験前に一人で集中して勉強したいときに利用しています。その日の気分や勉強内容で場所を使い分けられるのでお気に入りです。こちらは6号館です。1階には学生生活をサポートする事務窓口が多くあります。正門から並木道を抜けてまっすぐ進むと6号館があるので、
何か困ったことがあっても安心です。ここは定員600人の大ホール、雪長講堂です。大学祭のイベントや講演会の会場として利用されたり、パイプオルガンのコンサートが開催されたりしています。そしてなんと能の舞台にもなるんです。さらに6号館地下には大学生活に欠かせない学生食堂があります。500円で大盛りまで食べることができるので、一人暮らしの私はほぼ毎日利用しています。続いてご紹介するのは7号館です。入り口すぐの大きなステンドグラスが印象的なこの建物は、1号館と同じくさまざまな学科が講義で利用しています。ここには学生が自由に利用できるマルチメディア教室があります。約280台のコンピューターがあり、レポート課題に取り組む際によく利用しています。ここは学生ホールです。奥にある売店カレッジショップでお菓子を買って友人と勉強したりおしゃべりを楽しんだりしています。続いてご紹介するのは8号館です。薬学科である私は主にここで学んでいます。武蔵野大学薬学科最大の魅力は先生との距離の近さ。いつでも気軽に相談できるため、勉強面でも生活面でも安心して学ぶことができます。また実践的な授業が多いところも特徴です。実際に器具や模型を用いて実験を行う機会が多いので、講義で学んだ内容をより深く理解できます。ここは本物と同じように作られた模擬薬局です。薬剤師として働く姿を想像しながら学べるので、実践力だけでなくモチベーションアップにもつながっています。ここは私がよく利用している学生ホールです。友人とお弁当を食べたり、大きなテーブルで一緒に勉強したりして過ごしています。最後に紹介するのは図書館です。この建物何階建てだと思いますか？実は8階建てなんです。多くの本を保管するために各フロアの天井が低くなっていて、約30万冊もの図書が所蔵されています。蔵書数が多いので、レポート課題の参考文献を探すときはとても役立っています。また閲覧席も多いので、読書を楽しみたいとき、集中して勉強したいときなどさまざまな場面で利用しています。なお、令和9年度には新図書館が完成予定です。どんな図書館になるのか今から楽しみですね。これにて武蔵野キャンパスのキャンパスツアーは以上となります。いかがでしたか？私たちが学ぶ武蔵野キャンパスの雰囲気を感じていただけたら嬉しいです。緑に囲まれた武蔵野キャンパスでぜひ一緒に学びましょう。お待ちしています。